アロハ EJ です。ハワイでイベントとコーディネートをしております。今回はハワイで10ドル以下で食べれるところを6選ご紹介します。前にハッピーアワーの特集でも触れたんですけど、ハワイはインフレで物価がすごいことになっておりまして、レストランによっては行くたびにあれ値段上がってるってなります。僕のチャンネルはハワイが好きすぎる人が多いと思いますし、円安の今でもハワイをお得に堪能したいっていう、そんなわがままなあなたのために10ドル以下の安くて美味しい場所をご紹介する不可能を可能にした企画となります。今回感じたことは、経営者の皆様がいたずらに値段を上げているのではなく、インフレと戦いながらもお値段と味を維持すべく頑張ってる姿でして、安かろう悪かろうではない美味しいものをできるだけ安く提供している場所を厳選しました。4泊なら4回の朝昼晩の食事のどこかでコスパよくハワイを楽しめる、そんな皆様の旅の参考となれば幸いです。はい、1つ目です。ワイキキフードホールです。ロイヤルハワイアンセンターの3階、チーズケーキファクトリーの上あたりって言えばイメージできますかね。のっけからなんですけど、ここはお得情報とポイントが多いので少ししっかりめに紹介させてください。営業時間は11時半から9時となります。 SNS とかで見たことはあるけどまだ行ったことないよっていう人が多めの印象でして、次回のハワイには行ってみてほしいかなって思います。内装は日本人が好きそうなハワイって伝わりますかね。僕昔デザインとか勉強してたんですけど、国によって色とか好きなデザインとかが違ったりするんですね。ここは日本人的な可愛いが詰まってるっていう印象でして、ロイヤルハワイアンホテルの中庭と緑を眺められるこの展望がめちゃくちゃおすすめです。この景色って昔から変わってないんだろうなって思いますし、僕はロイヤルハワイアンホテルのデザイン好きです。聞いてないってねはい。コロナ禍直後のオープン当時、観光客皆無っていうか、カラカウアが自転車道路みたいなことをやってた時期がありまして、そんな時期があったんですよ。その頃って当然観光の方はほぼゼロで、どこも自由に外出できない時期でもありまして、ワイキキとかで働いてるロコが気軽に訪れられるようにって始めた曜日などで変わる目玉商品がおすすめとなります。ロコ以外だとアメリカ本土のお客さんが多めで、日本からの観光の方は SNS とか駆使するタイプが多い印象ですね。皆さんメモの用意は大丈夫ですか？一気に行きたいと思います。2つ目は5スターガーリックシュリンプです。こちらは火曜の11時から8時の間、ガーリックシュリンプがなんと1皿9ドルで食べれます。ノースショアで有名なガーリックシュリンプですけど、ノースで今15、6ドルくらいの値段になってきてて、で原価とか考えるとそうなるよなとは思ってるんですけど、ここは火曜だとワイキキでありながらも10ドル切るっていう奇跡的なお値段となっております。味も安定のしんなりガーリックとバターの香りが美味しいタイプっていう感じですかね。こちらはビールやワインとかもコスパがいい感じでして、12ドルからでピッチャーも飲めるし、グラス1杯からも頼めたりしまして、のっけから飲んじゃってますけど、友達数人とかで楽しめるかな。外の景色眺めつつビールとかいいんじゃないかなって思います。2つ目はポータマです。ポータマって沖縄な印象あると思うんですけど、ハワイでもスパムと卵のおにぎりが食べれます。今回は2つのエビフライのダブルシュリンプでして、スパムと卵のみのタイプは通常は1つ5ドルのところ、毎週水曜は2つ買うと3つ目がタダとなります。なので1個3ドル30くらいかなとなります。日本からの美味しいお米を取り寄せてて、お米の味にうるさい方も安心できるかなって思います。3つ目は連打ですみません。ホノルルバーガーカンパニーのチーズバーガーです。つい最近名店12選で本店を紹介したばかりではあるんですけど、こちらはちょっと違う切り口で紹介させてください。こちらは毎週月曜の4時から6時の間、名店のチーズバーガーが普段12ドルのところ半額近い6ドル24だったかなで食べれます。こちらのホールのマネージャー兼バーガーの、シェフのともさんでして、お肉の焼き方が素晴らしいと思っております。このでかいバーガーとか
あとスパムやアメリカンな感じのディスプレイとか写真とか楽しい印象ですかね。これぜひ食べてみてもらいたい。で、極めつけの4つ目なんですけど、ミータリーボーイズでしてお肉が美味しいところですね。こちらも火曜のオープンから8時まで通常14ドル50のこのポークチョップカレーが8ドル50っていうね、これを求めて通うロコの多いことで、さらにインスタのフォローが前提になるんですけど、毎月29日限定でこちらインパクト大のでかいステーキが普段18ドルしないくらいのところをこの日だけはなんと9ドル80でいただけます。こちらマネージャーの千葉ちゃんでして、彼もねお肉の焼き方最高っしょっていう感じだと思います。観光の皆さんは29日に被るときはぜひ行ってみてください。映像で気になっているところとかありましたら気軽にコメントください。YouTube やっててコメントってやる気が出たり皆さんとつながれることが嬉しかったりしますので、ぜひコメントやグッド登録してもらえたら嬉しいです。はい、2つ目ですね。オーマイグリルです。アイエアのパールカイセンターにあります。営業時間は9時から深夜12時、定休はなしですね。真夜中までやってるのがすごいと思っております。アイエアは空港のちょい先パールハーバーら辺なので、到着日のランチとか真珠湾と一緒に行くみたいなパターンもありかもしれないですね。ちなみにマッカリーショッピングセンターにもショップがありますので、ワイキキ寄りの方がいいっていう人はそちらも行ってみてください。ここはほんとローカルに人気があります。こちらはプレート系の和洋折衷って言いますか、メニューのバリエがめちゃくちゃ広いプレートランチ系のショップとなります。プレートランチ系って店内はちょっと微妙ってなりませんか？店内が綺麗でおしゃれなので今回こちら紹介しております。日本人って店内の綺麗さを大事にする人が多いと思ってて、安くお得に食べたいんだけどできれば綺麗なお店がいいとか、わがままな人こそ行ってほしいと言いますか、ここはコスパ高いショップながらショップも可愛いしチップは発生しますがサービスがいいのですごくくつろげる印象です。撮影の時期がハロウィンってこともあったのでこのような感じにはなっておりますが、アッシュなグレー系と明るめのウッドの感じと白のシンプルな内装でして、プレーンな感じの中にぬくもりを感じる空間でして、なんかカフェっぽい印象ですかね。で、椅子もクッション使われてたり、テーブルも素朴な木のぬくもりを感じる空間だと思っております。ほんとね、プレートランチ屋さんって微妙な内装のところが多かったりするんですよ。で、そうなると雑誌とかで店内撮影できるアングルが少なかったりします。ここはサーバーがいるのでチップは若干必要なんですけど、綺麗な店内だし女性だけのグループでもほんとおすすめなのでちょっと多めに見てください。そんな内装にもこだわりを持ってるチャーミングなオーナーさんの JJ さんでして、EJ と JJ 対談してきたんですけど、香港出身の方でして20年前にハワイに移住、2018年からマッカリーセンターをオープンさせております。こちらの店舗は2020年の春からですね。日本でもそうだと思うのですが、コロナ禍って店内飲食できなくって大変なお店が本当多かったんですよね。ユニークなショップの名前は JJ さんが Oh my God っていう絵文字が好きであるってことと、あとは食べてみてマジうまいみたいな感じを表現してるって感じですからね。10ドル以下のメニューはドリンクもついた9ドル99のチキンカツとなります。ハワイでもチキンカツってめちゃくちゃ人気がありまして、フライ系ならもしかしたら一番食べられてるかもって思います。正統派な印象の、プレートなんですけど、実はシェフがもともと L&L の、調理技術の管理をしていた方で、ここはそのノウハウをベースにさらに味を進化させて美味しいっていう印象ですかね。で、ハワイのチキンカツは肉薄いみたいなところが多いんですけど、ここは厚めでジューシーなお肉をしかも3枚も使っております。他だとコールドジンジャーチキンでミニだと9ドル99ですね。他の動画でも言ったんですけど、ミニってご飯が1スクープでだいたいお茶碗1杯近くあるので、よほどお腹減ってる時以外はだいたい僕はミニでいいかなって思っております。
鶏胸肉を蒸して冷ましたものに生姜とネギのオイルソースでいただくんですけど、これね僕ほんと好きなんですよ。そんなことは聞いてないってね。がっつりいきたい皆様のために、バーベキューミックスプレートも頼んでおります。こちら15ドル99ですね。これもソースが優しいお味でして、アジアンなオーナーっていうこともありまして、ご飯進むプレートだと思っております。てか今回お友達に箸上げしてもらってるんですけど、うまいなと思います。でこちらたまにソムリエを呼んでワインのペアリングをしておりまして、今回その雰囲気を表現できたらとこのようにしております。プレートランチとワインの写真って初めて撮った気がするかも。はい、3つ目です。ユーキッチンです。こちらはカリヒの方になります。コストコの近くって言えばいいかな。働くロコのお弁当屋さん&プレートランチ屋さんみたいな感じでめちゃくちゃ人気あるんですね。でこちらはとにかくとても安いっていう印象でして、お得が大好きなホノルルの主婦の皆様の間で大反響となっております。インフレってねほんと大変なんですよ。営業時間は日曜定休で、平日が8時から5時、土曜は2時までとなります。後でワイキキのショップも紹介しますが、まずはこちらをご紹介します。和な感じもありつつ、ロコが好きなハワイに馴染んだメニューも充実しているラインナップっていう感じですかね。ハワイのポケとか最近ほんと高くなってきてて、だんだん高級寄りの雰囲気も出つつあるポケなんですけど、ここでは7ドル30とかワイキキとかじゃ絶対できないお値段を実現しております。ポケとか前はカツ丼のちょい上くらいの値段のイメージだったんですよ。でこちらショップのあーちゃんですね。超早朝から明るく元気に作っております。ハワイの安いところってご飯が微妙だったりするんですけど、ここは美味しい印象で日本人には大事なことだと思っております。なのでおにぎりとか買って帰ってもいいかもって思います。ちなみにこちらのカリヒ店ではラッキーガチャがありまして、運がいいとお思いのあなた、ぜひハワイで運試ししてみてください。この後さらにワイキキのショップとおすすめの破格メニューのご紹介となります。はい、これがワイキキの店舗ですね。免税店の横道あたりとか言えば大体伝わるかな。ここはフードコートができておりまして、ここで食べれるんですね。でどちらのショップもメニューがめちゃくちゃお安いんですよ。営業時間は概要欄チェックしてください。10ドル以下のコスパ最強メニューを2つ連打でご紹介します。こちらのデラックスブレックファーストは朝食なんですけど、11時までの限定でなんと5ドル99となっております。この値段でワイキキでやっていけるのかっていう心配になるくらいですね。で卵に照り焼きのスパム、ポチギソーセージが2枚ずつと、あとはもちこチキンだったかなにサラダもついてきて、ボリューミーでもありつつバランスも大事にしてる感じ、 EJ 的には好きな感じです。でこちら5ドル99ののり弁ですね。同じく11時までの間、ちくわの磯辺揚げとか白身のフライとか、あとコロッケとかも入って5ドル台とか、もはやスーパーでもやってないっしょっていう感じの値頃感ですね。皆さんハワイに来てお土産とか買いたいだろうし、こういうところで浮かせるっていうのもありなのかもですね。コスパ最強メニューも入れつつ、一緒に来てる人と例えばガーリックシュリンプみたいなものを一緒に食べるみたいなのが、コスパもハワイ感も満喫できるかもって思います。こちらは14ドルくらいだったかな。あとはガーリックチキンとかハンバーグステーキとかは13、4ドルくらいで、絶対外さない美味しさっていうか、もうすごい連打で申し訳ないと思いつつ、そしてすごい頼んでんなって思いつつ、明日早い時の夜とかホテルのベランダとかでビールとか飲みつつみたいな使い方もありなのかなって思っております。皆さんのおすすめのプレートランチ屋さんってどういうところですか？ご意見ください。多分ハワイに来ると物価やばいってなると思うので、こういうところをスマートに使いつつハワイを満喫してほしいなって思っております。はい、4つ目ですね。レインボードライブインです。ここは安定感っていうか老舗感も感じる名店でして、ハワイリピーターの方は好みの一皿があると勝手に思っております。カパフル通りでワイキキから近いので、ビキとか乗っていくのもありかもですね。カパフルもなかなかのグルメストリートだと思っております。営業は月木が10時から8時、
週末が7時から9時となっております。変更になる可能性があるので、ぜひ概要欄のウェブでチェックしてください。こちらはほんとサクッといけるし、僕も学生の頃から今でもそうなんですけど、サーフィン後の朝に食べるのが週末の日課の一つですね。で、長いサーフボードの時はサーフボードを車の屋根の上に乗せるんですけど、ボードが盗まれるのを心配して食べるのが嫌なので、車が見れるこのような場所はサーファー的にありがたいんですよ。1961年に伊福誠樹さんっていう日系人の方が立ち上げておりまして、安くお腹いっぱい食べれるプレートランチ屋さんとして今でもロコの圧倒的な支持を得ております。ちなみにハワイで聞くプレートランチって言葉、これも概要欄に貼っておきますけど、実は英語でハワイでの料理のスタイルを指す言葉として定義されてるって皆さん知ってましたか？そして店舗で初めてプレートランチっていうフレーズを一般化させたのがこちらのショップですね。こちらオーナーのクリスさんでして、レインボーって何度も取材させてもらってるんですけど、なかなか表に出てきてくれない印象ですね。で、彼もインフレとの戦いでコストを下げるためにすごい頑張っております。で、そんな努力のおかげでまだ10ドル以下で食べれるのがこちらのチリドッグとなります。ほんとギリ9ドル95で踏みとどまってるっていう印象です。こちらがレインボーで個人的にむちゃくちゃ大好きな皿でして、なんとかこのまま踏みとどまってくれたらと思っております。このアメリカっぽいソーセージとご飯、チリソースにタバスコをかけてマカロニサラダと共に食べるのが腹減った EJ サーフィン飯の王道となります。で、ここはご飯の炊き方が僕の好みといいますか、やや固めな印象でして、こういうソース系とのプレートとの相性がめちゃくちゃいいんですよ。で、EJ よ、レインボーといえばさってことでハワイ好きの皆さん知っております。安定のロコモコです。ここはグレイビーソースはレトロ感のあるタイプで、創業当初から本当人気があるんですね。で、こちらは今10ドル50ですね。ほんと素朴な味なんですけど、これもよく食べます。つい最近のローカル買いする名店の動画で紹介しようってめちゃくちゃ迷いました。ボウルの方でマカロニサラダがつかない卵とハンバーグがそれぞれ半分になった方は5ドル25となっております。ここは観光客の皆さんとロコ島で人気の順番が変わっておりまして、こちらロコ人気ナンバーワンでおすすめなのがミックスプレートとなります。ちなみにロコモコと同じグレイビーソースを追加でかけることもできまして、がっつりオブがっつりみたいな感じにできます。白身魚のフライとテリービーフ、チキンのフライとなっておりまして、ハワイ住んでたり、あるいは今住んでる視聴者の皆さんには絵を見るだけでレインボーのってなるほどメジャーな絵面だと思っております。店内の色味も写真向きな印象でして、背景決めてインスタとかも楽しいかもですね。で、お土産とか結構ひねりの効いたものもあったりするので、観光途中とか、あとカパフル方面とかに行く際にはぜひ行ってみてください。ハワイ好きの皆さん、ハワイは高いって単純に一括りにしてませんか？ここで言えることは限られてはしまいますが、経営者の皆さんがコストを抑えるために頑張ってる姿も含めてハワイですし、背景をちゃんと知ってより深くハワイを楽しんでほしいと思っております。はい、5店舗目、今度はカリヒに来ております。ミツケンデリカッセンですね。ガラリと雰囲気変えていきます。デリカッセンって英語で惣菜屋さんっていう意味になります。先日ご紹介の、ヘレナに近いところでして、ここは観光館みたいなものはあまりないですけど、ロコがめちゃくちゃ並びます。営業が日月火が定休で7時から1時の営業となります。50年近くある素朴な感じの惣菜屋さんなんですけど、せっかく観光でハワイに来るんだし、ワイキキを離れてこういうロコ感も楽しんでほしいなって思っております。日系人のプランテーション時代からの面影って言いますか、ノスタルジアな感じがすごくするショップとなります。店内は全く飾り気はないんですけど、この昭和レトロっていうんですかね、このクラシックな感じの惣菜棚とか、この棚の中に日本からハワイに渡ってそこで泊まった昔の時間みたいなものが漂ってる気がしております。僕のチャンネルって雑誌っぽいってよく言われるんですけど、
ちゃんとした記事のある雑誌みたいな背景とかストーリーみたいなことを知ってほしいし、よりディープなハワイを楽しんでほしいですし、ガイドブック代わりになったらなって思っておりまして、オーナーさんとかに取材の依頼をしております。こちらのオーナーはダレルさんでして、リリハベーカリーなどでシェフを得てこちらを経営しております。ハワイの日系の人って今の日本人より日本人っぽいっていうか、勤勉でシャイな人たちが多いと思います。これ共感してくれる人どれくらいいますか？惣菜屋とかデパ地下とかデリとか見てて皆さん楽しくなったりしませんか？僕は料理がたくさん並んでる感じって結構好きです。惣菜もハワイに合わせた甘めのガーリックチキンとか、圧倒的に大きいいなり寿司とか、ソーセージの巻物とかもありまして、チャオファンっていう中華の焼きそばとか、とにかくいろんな惣菜が並んでおります。惣菜屋さんなのでカスタムももちろん OK ですけど、こちら10ドル以下でおすすめしたいのが、前述の人気の惣菜が詰まった8ドル50のミニ弁当となります。おにぎりや真っ赤なソーセージでガーリックチキンなどが入った一品で、ミニとはなってますけど見た目以上の食べた感を得られる印象ですね。余談ですが、ハワイで弁当っていう英語は伝わるんですよ。この動画でも ToGo の食べるところをできるだけご紹介しようと思っておりまして、フーヌイパークとなります。概要欄見てみてください。ショップから10分もかからないかな。リリハアベニューを上の方まで行くとあるんですけど、ここは気がいいと言いますか、住宅街の中のひっそり感とヌーアルの峠から吹き下ろされる風が心地いい場所でして、そんな公園の木陰でのピクニックとかおすすめです。お店出て公園について気づいたんですけど、この弁当普通のサイズの方となってしまっておりまして、ほんとすいません。ミニと比べてバーベキュービーフ、ランチョンミートなどがさらについてきまして、10ドル50とはなりますが、チップが不要ってこととシェアできるサイズ感なので多めに見てください。あとはロコモコですね。しっかりしたコクがありながらも優しい味のグレービーとつなぎが入ったハンバーグで、これがなんと6ドルで食べれます。6ドルとか今のホノルルではほんと安い部類なんですね。で、あとはこちらデザートで沖縄スイートポテトもおすすめです。ハワイのロコって紫芋好きなんですよね。はい、最後6戦目です。こちらは割と最近できたアロハパイナップルカフェですね。ワイキキとダイヤモンドヘッドの間のモンサラットにありまして、登山の後とかにいいかもなって思います。あとはビキとかで朝散策とかしても楽しいエリアっていう印象ですかね。こちらは火水が定休で営業は7時から3時。日本人が好きそうな雰囲気がある印象なんですけど、ここは観光の方だけじゃなくってどこも結構多いんですね。打ちっぱなしで清潔感もある感じの店内って感じなんですけど、どこか家の中にいるみたいな素朴な居心地の良さが印象的なカフェですね。内装をきれいに仕上げている印象でもあります。フレンドリーな印象のスタッフさんの接客とほどほどにアットホームな感じのバランスがいい空気感だと思いますし、こういうところって女性一人でも入りやすい印象です。女性一人旅ってよく見かけるんですけど、おすすめの観光スポットの特集とか興味ありますか？こじんまりとした空間でいただく引き立てのコーヒーも美味しいし、フルーツ系のドリンクやプレートランチも食べれる感じなんですね。で、モーニング限定で10時までとはなるんですけど、ドリンク1杯のオーダーが条件とはなりますが、こちらのモンサラットプレートがなんと3ドル80でいただけるんですね。なんかラピュタのパンっぽさが気に入っておりまして、わかるって言ってくれる方どれくらいいますか？卵とベーコン、野菜、サラダ、パイナップルなどがついたモーニングでして、がっつりしすぎない感じがいいかなと思っております。このエリアも結構こじんまりしたいい店が多いんですけど、この辺のショップって皆さんどれくらい知ってますか？他にもプレートランチとかもメニューに定評がありまして、ここは美味しい印象ですね。で、そんなプレートランチをいただいていたのが偶然居合わせたテレックさんと千秋さんでして、イベントやウェディングのビジネスをされてるんですけど、ご飯食べて超美味しいってテンションが上がったテレックさんに一曲奏でていただきました。お
客さんもみんな OK ぜひみたいな感じでオープンなのもハワイらしいですし、こういうハワイの日常の偶然の空気感も感じていただきたいので、しばし生音と現場で起きた即興のカニカピラをお楽しみいただけたら幸いです。はい。ハワイってこういう旅の間に起こる偶然だったり素敵な出会いとかも楽しめる場所だと思っております。ハワイのガイドブックが少ない今、EJ スタイルハワイでは皆さんの次回の旅がもっとエキサイティングになるような情報をお届けしております。ぜひぜひグッドや登録、コメントをお願いいたします。他の動画もきっと皆さんの参考になると思いますし、ゆっくり見ていってほしいな。EJ でした。マハローです。